はい、こんにちは。今日は EtCO2、あるいは PEtCO2 のお話をします。EtCO2 っていうのは心拍質量、カーディアックアウトプット、それと末梢骨格筋量の指標と、ざっくり考えていいと思われています。で、ランプ負荷中の最大値というものに注目する、そういう指標です。EtCO2 というのはこの9パネルで見ますとパネル9のところに、書いてあります。EtCO2 と EtO2 というのが、2つ同時に表示されることが多いわけですね。左、これ気管支、肺胞、それから肺動脈の絵です。で、肺胞レベルでですね、当然酸素が動脈に移って炭酸ガス CO2 が毛細血管から肺胞に移ってくるわけです。CO2 っていうのは非常に拡散能が高くてですね、でしかも肺胞のところの壁と、毛細血管の壁非常に薄いですから、肺動脈、肺毛細血管の中の CO2 分圧と肺胞の中の CO2 分圧っていうのはほぼイコールだというふうに言われています。ですから、PACO2 とかって言うんですけれども、肺動脈の CO2 分圧イコール PEtCO2。ET とはエンドタイダル CO2 ですね。呼吸の一番最後っていうのは肺胞から出たやつですから、P の EtCO2 は、肺動脈の CO2 を表すというふうに言われているわけです。で、右側はですね、この一呼吸の時の CO2 の分圧の上がり方ですけれども、息を吸うとですね、CO2 が外気の CO2 ですからスーッと下がって、吐くと体で代謝された CO2 がだんだん出てくると。で、そこの一番高い部分の CO2 分圧が、それが P の EtCO2 ですね。このパターンっていうのはですね、この緑の線で書いてありますように、RCP までだいたいだんだん増えていくんです。で、その後低下するんですね。運動してると CO2 どんどんできますから、本来は CO2 分圧上がるんですが、ただ RCP になると過換気が勝っちゃうんですね。ですから、外から吸った空気がガス交換に参加しないで戻ってきてしまうものが出てくるんです。希釈って表現してるんですけれども、RCP になっちゃうと、本来の肺動脈の CO2 分圧よりも薄まってしまうということで下がるということなんですね。あまりにも非常に途中で過換気になると RCP そこから下がっちゃうこともあるとか、そういうことも考えられるわけです。心拍質量あるいは肺動脈血流量の指標として使えるんです。これは循環器の内科の場合ですね。呼吸器の内科の場合には肺胞低換気っていうのもあったりしますので、重症肺気腫とかそういう場合には影響出ますけれども、ホットとか導入して酸素ボンベゴロゴロしているような肺気腫の人を見ている呼吸器の先生の CPX の場合には、この血流量だけではなく肺胞の問題も入ってきます。で、骨格筋量の影響を受けるというふうに言われています。EtCO2 と PEtCO2 の関係ですけれども、PEtCO2 のエンドタイダルの CO2 のパーシャルプレッシャーですね。P っていうのはね、ミリメーターマーキュリー。これは大気圧から47引いたものに、この EtCO2 そのパーセントですね。それをかけたもの、そういう関係があります。で、47っていうのは37度の体温における蒸気圧なわけですね。普通の気圧の時っていうのは1013とかですね、なんとかありますけれども、標高が高いとですね、大気圧下がるんですよね。標高が高い地域と海水レベルの地域の PEtCO2 っていうのはあんまり比較できないんですよ。群馬県心臓血管センター前橋、あそこ標高100メーターなんですね。軽井沢の先生がですね、昨ですけれども、よく見学にいらっしゃっていただいて、そこのデータを持ってくることあるんですけれども、EtCO2 がなんか変なんですね。で、なんかすごく低かったりして、心臓悪い人多いのかなと思ったら、それ標高の違いだったんですね。P で、表現するとそういうことが起こりますので、僕は全国で使える EtCO2、これは標高の影響を受けないですから、そっちで比べています。
ただワッサーマン先生は血液ガスと比較したりしていたんですね。昔は動脈にライン刺して CPX とかできましたから。でそういった意味で P の ETCO2 の方がいいというふうに言っていました。でその割にはですね、カリフォルニアのロサンゼルスとですね、コロラドのデータですね。コロラドって標高3000メートルありますからね。なんか一生懸命比較して、でワッサーマン先生はそういうの補正できちゃいますからね、言っていましたけれども、ETCO2 の方が僕は今はいいのではないかと密かに思っています。正常値はですね、これもですね、あんまり正常値書いてないんです。群馬県心臓血管センターの経験で、正常な人っていうのはあんまりいないんですけれども、正常に近い人ですね、虚血の疑いとかですね、そういう人を集めてみたところ、PETCO2 で言うと 46mm で ETCO2 でいくと 6.4% 以上より大きいぐらいだったら、ほぼ正常と言っていいのではないかというふうに、僕は考えています。で教科書にもそういうふうに書いてあります。これ PTCO2、この PPA っていうのは肺動脈の CO2。例えば46ぐらいになったとして、そうすると PA、大文字の A はアルベオルですね。肺胞の CO2。これも46なんですね。ETCO2 と一緒ですよね。でところが、右側、この肺動脈が血流がちょっと少ないようなイメージで書いたんですけども、PaCO2 は46あったとしても、ちょっと拡散が悪いですから、肺胞の中46にならないんですね。40割ったりするかもしれません。これ仮の数字ですよ。拡散能のいい肺胞と良くない肺胞、それが口元では集まるわけですよね。ETCO2 は46と40未満。で、それが口元で集まると、結局38ぐらいに、もしかしたらなるかもしれませんよね。このすごく低い CO2 の方が、肺胞がそっちの方が多いとしたら、こういうふうになると。38仮の数字ですよ。ですから、どれだけ血流量が少ないところが多いかという、指標になるわけですね。正常値に比べて、これだけ低いということはそういうことになると。今動きましたけれども、肺動脈が、ちゃんと血流が良くなると、心拍数が増えた場合ですよね。でそういうような場合に、右側の肺胞も良くなると、40未満だったら46になると、そういうふうになると口元での ETCO2 も46になりますよね。肺血流量がどれだけ多いかというのに依存するということです。PTCO2 は肺血流量が少ないほど低い値を取るということで、心拍数量を反映すると。当然ですね、これ肺動脈に問題がある人はそれで下がりますよ。肺高血圧症とか CTEPH ですね。そういう人は下がりますけれども、それがない場合には心拍数量ですよね。心不全の場合なんか心拍数が減って、しかも肺の血管の内細胞機能悪いですから拡張しないというようなことで、心不全の重症な場合には PTCO2 は低下しますよということです。右側のPaCO2、赤い字で今 50mm になったとしますよね。筋肉から戻ってくる CO2 がたくさんある場合です。要するに、たくさん運動ができて、たくさん酸素を使って、たくさん CO2 を、出してですね、で、肺にそれが戻ってくる場合、口元で足し算するとですね、ちょっと良くなるはずですよね。P の PaCO2 は46に比べて、50の人は口元でちょっと良くなるということで、戻ってくる CO2 が多い場合、要するにそれは骨格筋の量が多い場合ですね。PTCO2 は骨格筋での CO2 産生が多いほど高い値を取るんです。そういうことで骨格筋機能というか、骨格筋量とかですね、そういうのの影響を受ける因子でもあります。例えば心リハ実施前の ETCO2 は 6.5 だった。これは正常なんですよ。で、心リハ実施前の ETCO2、CPX かけたら 5.0 だったと。これ値としては低いですよね。6.4 ないですからね。ただ、これだけでは心臓が悪いか足が細いためかっていうのは、区別できないんですね。ですから、心エコーとか BNP、あと足ですよね。患者さんの足。そういうのを参考にして、両方悪いとか、心臓だけは悪いとか、足だけは細いとかですね。そういうのを考えるんですね。足だけっていうのはよく胆石とか消化器系の手術で1週間ぐらいちょっと寝たきりになっちゃって
退院したら息切れがするから CPS かけてみたらどうだったと。そういうような人とかで足だけ悪くなる人いますよね。心臓悪くならないですからね。そういうようなことは患者さんを見て決めるということです。で、それで心理派を4週間実施して、5.0 が 5.5 になったと。心臓が良くなったのか、足がしっかりしたのか。で、これ大体心拍数の改善が原因ですね。血管内細胞とか心臓の拡張能っていうのは実験的にはですね、2週間で、改善します。NO の酸性のですね、NOS の、タンパク、メッセンジャー RNA 発現っていうのは2週間で改善するんですね。ですから心拍数量は増えやすくなる。で、骨格筋はこの4週間で改善しないですよね。この特殊なすごく頑張らせるスポーツジムに行くと4週間ぐらいでちょっと良くなるのかもしれませんけれども、心臓リハビリテーションの対象になるような人、心不全とかイメージしますと、そんなすごい運動療法はしないですよね。ですから4週間で改善するのは、心臓血管だと僕は思っています。で、ところがそれで半年間心理派頑張ってやったら 5.5 になったと。そういう場合にはどっちもありますよね。骨格筋量って半年ぐらいで、改善します。で、半年過ぎるともっと改善しますからね。1年後に 6.5 になってたら、それはもう足がしっかりしたせいかもしれませんね。そういうことで心臓と筋肉っていうのは良くなる、タイミングが違いますから、ETCO2 が良くなった場合、それはどっちが良くなったためなのかなっていうのは考えるヒントになると思います。ETCO2 がですね、心臓と関係があると言いましたけれども、こんなぐらいの感じです。X 軸がカーディアックインデックス、Y 軸が ETCO2 なんですけれども、確かに右肩上がりではありますよね。ですけれども、東大に昔いらっしゃった松本先生のデータなんですけれども、直線で回帰してますけれども、なんとなく2本で折れ曲がってるようにも見えるので赤い線勝手に引いちゃいましたけれども、心拍数が多いほど、マックスの PETCO2 は高くなるって、そういう関係は確かにあるとは思います。ただですね、この ETCO2 が例えばこの38、ここに点々点ありますけれども、それよりも高い場合はですね、カーディアックインデックスすごくいい人と悪い人バラバラですよね。なかなかここで相関あるとは言えないです。ですけれども、その38よりも低い場合はですね、なんとなくみんなカーディアックインデックス低いですよね。そんなような関係のものだというふうに思ってください。実際ですね、NYHA の程度に応じてこの RC ポイントでの ETCO2、要するに最高値ですね。それは NYHA が悪くなるにつれて下がりますよっていう、きれいに低下するというデータは出ています。ピークボイツオーバーハートレート、これはストロークボイルの指標でしたよね。で、あとマキシマムの ETCO2、これカーディアックアウトプットの指標ですよね。で、普通はですね、相関するんです。ストロークボリューム下がるとカーディアックアウトプットも下がるんですけれども、で、両方ともピークボイツオーバーハートレートが 80% 以上、ETCO2 が6.4 以上、ほぼそれに近いところ、オレンジ色っていうんですかね、この正常域、これは正常なんですけれども、ピークボイツオーバーハートレートが高い人がたまにいるんですね、この緑の部分。これ何かと言いますと、例えば心不全とかでベータ遮断薬使いますよね。そうすると脈が遅くなる。この VH オーバーハートレートの分母が小さくなるんですね。そうすると VH オーバーハートレートとしては大きい数字になるわけですよね。そういうふうになれる心拍数量増加予備能って僕は言ってるんですけど、それが保たれている心不全の人はここになるんです。で、こういう人は経験的にですけれども、ベータ遮断薬への応答性がちゃんとある人のことが多いですね。ベータ遮断薬使って脈をゆっくりにして、そのまんまカーディアックアウトプットも下がっちゃう人っていうのは、やっぱり危険なんですね。ベータ遮断薬ダメなんです。ですけども、改善する人はずっと使ってると将来 EF 良くなることがあるんですね。で、それから紫の部分、VO2 オーバーハートレートは低いのにカーディアックアウトプットの仕様である ETCO2 は正常。これはですね、心拍応答でカバーしてる人ですよね。VO2 オーバーハートレート、ストロークボリュームが少ない分、脈拍を増やして心拍数量を増やしていると。そういう場合にはここに来ます。
ピークボイスオーバーハートレートとマキシマム ETCO2 ちょっと組み合わせてどこにあるのかなって考えて、心臓の状態とか自律神経の状態とかを考えるようにすると、非常に役に立つと思います。ETCO2 関係のお話は、これでおしまいです。パネル9うまく使って、患者さんの足か心臓か、ベータブロッカーの状況はどうか、そんなようなことを考えられるようにしてください。